こんにちは。チッチの刺繍へようこそ。今日はセリアで始める初めての刺繍ということで、刺繍を初めてやる方に向けた動画を作りました。今まで何度も初心者さん向けの動画も出しているのですが、令和版ということで、今までの初心者さん向け動画よりもさらに優しくわかりやすく、お子様にも楽しんでもらえるような動画を心がけて説明していこうと思います。シリーズ化していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、通知ボタンをオンにして次の動画をお待ちください。それでは一緒に刺繍の世界を楽しんでいきましょう。それではまずセリアで購入した道具の紹介です。最低限必要なものを用意してみました。刺繍枠、糸切りばさみ、刺繍糸、水で消えるチャコペン、刺繍針、布。あったらよかったものはピンクッションです。針を置いておく安全な場所を用意しておきましょう。刺繍糸を袋から出したら紙ラベルを両方外して近くに置いておきましょう。そして糸をほどきます。この糸は1メートルの糸が12本入っていました。12色の束を半分に折って両端から1枚ずつラベルを戻します。テープや重しなどで糸の折り目を固定します。両端から4本ずつ糸を取って真ん中に集めましょう。8本の束が3つできます。この3つの束でゆるく三つ編みをします。この刺繍糸の使用感、注意点は後ほど説明するので、最後まで動画をご覧ください。これで刺繍糸の準備ができました。実はさっきの刺繍糸は手芸店などで売られている一般的な25番刺繍糸とは違う長さになります。一般的な刺繍糸は1つ8メートルで売られています。セリアのこの商品は8メートルのものが2色入っていました。こちらの刺繍糸の準備の仕方も紹介します。先ほどと同じようにラベルを取ったら丁寧に糸をほどいていきます。8メートルの糸を半分に折ります。それをさらに半分に折ります。そして次に三つ折りにします。それを半分に折ります。両端の糸が輪になっているところをカットします。ちなみにこちらの糸切りばさみは切れ味があまり良くありませんでした。以前セリアで購入したこちらのハサミの方がおすすめです。1本約65センチ、糸が12本できました。先ほどの糸と同じようにラベルを戻し、ゆるく三つ編みをしたら完成です。刺繍では図案と呼ばれるイラストを手芸用の複写紙などを使って布に下絵を写します。布に図案を写すのは刺繍歴10年以上の私からしても未だにとても疲れる作業です。なので今回は布に直接絵を描いて刺繍の練習をしていきましょう。
お家にアイロンがある人は布にアイロンをかけておくと良いです。布には裏と表がありますが、この布の場合はどちらでも構いません。また布は縦横の向きがあります。引っ張ってみて伸びる方が横になります。布の向きを確認したら刺繍枠にはめていきましょう。まず刺繍枠のネジ部を緩めて刺繍枠を外します。外側の刺繍枠の上に布を重ねます。内枠を上から押し込み布を間に挟みます。布の縦横の糸がまっすぐになるように布を整えながらネジを締めていきましょう。布がとても薄いので机に染みないように下敷きを敷きました。水で消えるチョコペンでアイスのイラストを描いてみましょう。これで図案が描けました。刺繍枠から布を外します。内側の枠を布の下に置いて枠の中心に図案が来るようにしましょう。外側の枠を布の上からはめ込み、先ほどと同じように布の縦横の目がまっすぐになるように布を整えながらネジを締めていきましょう。ここではフランス刺繍針を使います。左側の太くて長い方を使います。針を袋から取り出しましょう。刺繍糸を糸束から1本抜き取ります。針の穴が開いている方を使って好きな色の糸を1本だけ引き抜きます。左手では糸束を優しく押さえて糸束が動かないようにしましょう。1本引き抜いたら針に糸を通します。針に糸を通す方法はいろいろありますが、慣れないうちは糸通しがあるととても便利です。またこれからお見せする方法はできるようになるととても楽になる糸の通し方なので、ぜひ練習してみてください。針に糸をかけます。親指と人差し指でしっかり押さえます。針だけ引き抜きます。親指と人差し指を少しだけ開いて糸の頭が見えるようにします。そこに針の穴を押し当てていくと針に糸が通ります。ここでこの糸を使う時の注意点です。1メートルの長さだと長すぎてとても使いづらかったです。初めてさんやお子さんは糸を半分に切って50センチにしてから使うと刺繍がしやすくなると思います。針に糸が通せたら片方の糸端に玉留めを作ります。人差し指と針の間に糸を挟みます。親指で針を押さえ、針に 2,3 回糸を巻きつけます。
巻きつけたところを下にキュッと集めて親指で押さえます。そのまま針を引き抜きましょう。糸が絡まないように様子を見ながら最後まで引き抜きます。玉留めの完成です。それでは刺繍を始めます。アイスの図案の内側に針の出し入れの練習をしてみましょう。チョコスプレーのアイスをイメージし、布の後ろから針を刺し、表に出た針を上に引き抜きます。刺す場所も針を入れる場所も好きなところで大丈夫です。これを繰り返し針に慣れる練習をしましょう。注意点は針を引き抜いた時に顔や目を刺さないように気をつけましょう。また先ほど言いましたが、糸が長すぎると針を引き抜くのを1回で引き抜けなかったり、糸が絡んだりしやすくなります。なので長すぎる糸は適度な長さに切ってから使いましょう。今1本の糸で刺繍をしていますが、これを1本取りと言います。2本の糸なら2本取りです。刺繍の本にはその図案に対して使用している糸の本数が指定されているので、必要な本数を針に通して刺繍をします。好きなだけ刺したら一度玉留めをして糸始末をしてみましょう。刺し終えたところで針を布に当てて指で押さえます。針に 2,3 回糸を巻きつけます。巻きつけたところを下にキュッと集めて親指で押さえます。そのまま針を引き抜きましょう。糸が絡まないように様子を見ながら最後まで引き抜きます。玉留めの完成です。余分な糸をカットします。今回は初めてさん向けに玉留めでの刺し始め、刺し終わりを解説しましたが、違うやり方もありますので、また別の動画で説明したいと思います。次は先ほど説明した2本取りで刺繍をしてみましょう。基本は2本の糸を針に通せば2本取りになりますが、今回のように糸が長い時は糸を半分に折って2本にした状態にします。これでも2本取りとして刺繍することができます。
最低限必要な道具として用意したものは6点。追加であると良い道具はピンクッション、糸通し、切れ味の良い糸切りばさみ、アイロンでした。アイロン以外は100均で揃えられると思うので、1000円あれば刺繍を始めることができそうです。初めての刺繍いかがでしたか？刺繍にはマインドフルネス効果もあり、最初は針の出し入れをゆっくり繰り返す。これだけでも意外と楽しかったり、なぜか夢中になれたりします。なんだか心がリラックスすることができます。この続きは次回。糸の色や本数を変えたりし、針の出し入れを繰り返し練習しながら次の動画をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。